皆さんこんにちは。ロンドンのウッシーこと牛堂です。今回の動画ではハノイから夜行バスに乗って陸路で国境を越え、そしてラオスの首都ビエンチャンへ向かいます。というわけでハノイ中心部の南に位置するヌオックナムバスターミナルにやってきてます。23時間の長旅も大変ですが、結構チケット引き換え国境越え大変でした。ハノイ出発予定は夕方の6時、そして早朝国境を越え夕方の5時にビエンチャン到着予定です。トイレ付きのバスは火曜日、木曜日、土曜日のみというわけで、早朝ハノイに到着後、その夕方のバスに乗ることになったので、万が一現地でチケットが取れないとまずいので 12go.com でオンライン購入しました。ハノイのバスターミナル、これからビエンチャンに行くんですが、英語が全然通じません。バスターミナルに到着したら、まずこちらを2階に上がってバス会社のカウンターでバウチャーをチケットに引き換えてもらいます。70ほどカウンターがあります。バウチャーに書いてある番号全然当てにならないので、バス会社と目的地でカウンターを探しました。そこでバスが停車しているベイを教えてもらえるので、チケットを見せるとバスが並んでいるこちらに入ってこれます。外にカフェが1軒、そして中にもカフェが1軒ありました。バス会社の担当者から何度か WhatsApp で連絡があり、随分せかされました。一応中にカフェはないって言われたんですけど、肉まんとかお菓子とかカップヌードルっていうとこありますね。こんな感じです。車内は土足禁止です。WhatsApp で連絡が入った時、そしてチケット控えのカウンターでも下の席をお願いしたんですが、全然通じてなかったみたいです。このバスすごいでっかいモニターまでついてます。この会社はすごい綺麗なバスです。このバスは同じビエンチャン行きですが、すごい綺麗です。ベッドの配列は同じですが、さっきの綺麗なバスみたいに個室みたいになってます。めちゃくちゃ狭い。靴も持ってこないといけないし、荷物も持ってこないといけないし、一応これあるけど早く来い早く来いって随分せかされたんですが、6時出発が結局6時50分出発です。ただ結構席が空いてたので、荷物を横の席とかに置けたので、少しはゆったりとくつろげそうです。バスはハノイからしばらくまっすぐ南へと南下していきます。火、木、土以外のバスはもっとバスが古くなってトイレもついてないそうです。はい、サービスエリアというか休憩所です。でっかい食堂っていう感じ。出発して3時間ですね。私は何も食べませんでしたが、飲み物や簡単なスナックも購入可能です。そして降りるときにわざわざ靴履き替えたんですが、どのバスもちゃんとサンダルを用意してました。はい、朝の6時半、国境待機中です。結局下の席も空いてたので、荷物を上に置いて下の席で寝ました。Google でチェックすると国境までまだ5、6キロあるんですが、たくさんのバスがノロ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 と走ってます。下のベッドは USB が天井についてます。朝の6時半なのにもう働いてます。働き者ですね。こちらは飯場ですか。延々と泥工事やってます。恐ろしい。怖い恐ろしい。
そろそろ国境に近づいてきたようです。カオチェオ国際国境ゲート、ここでバス降ろされます。バスの席は前の方にベトナム人やラオス人、後ろが旅行者となるようなんですが、私たちが降りた時にはすっかり現地の連中はもう消えてました。案内やサイン等が一切ないですから、とりあえず現地の連中を見失わないように追っかけることをお勧めします。建物中に入って時計回りに進むと出国審査、そこで5万ドンを払って外に出ると小さな小屋で出国スタンプの確認があり、ベトナム出国終了となります。はい、ベトナム出国を終えました。ビルの中でスタンプをもらって、その後チェック。あとお金は5万ドンです。もう何の案内もないし、矢印もないし、大変はい、多分あっちでラオスの入国です。チェックポイントとチェックポイントの距離は600メートル、徒歩で6、7分というところです。はい、奥のビルでしょう。あそこでラオスの入国のはずです。これが国境の川になるんでしょうね。12時間以上バスでずっと横になってましたから、結構いいストレッチ、気晴らしになります。いるなんかシェアみたいなのいるのかな。いるアメンボかはい、橋を渡るとまさに国境線を越えたという感じだと思います。いやー、他の乗客は本当早いですね。我々とフランス人カップルが取り残された感じです。さっぱりわかりません。はい、またわけわかんない入国カードみたいなのが課されて2万ドン入国フィー払わされました。あとこんなのも課されます。ややこしい。窓口で2万ドン払い、そしてこの出国カードをもらいます。こちらの方、分かるところだけ書いてれば細かいところはそんなにうるさくなかったです。それをもって違う窓口で入国審査となります。バスには運転手の他にクルーが1人乗ってるんですが、彼らがパスポートをまとめて入国審査を済ますバスもありました。この奥の窓口で入国税を払い、入国カードをもらいました。いやー、ラオスからベトナムに行くときは3時間ぐらいかかったってフランス人が言ってました。ベトナムからラオスの方が簡単だそうです。それでも1時間ぐらいかかりますよね。1時間ぐらいかかりますよね。2時間近く。2時間かかってないと思いますけど、7時半ぐらい。これラオス側からベトナム側に向かう方向に歩いてます。左にカフェ、レストランが3軒ぐらい、右にトイレ、左がベトナムから入国してくれるバスが待機してます。バスはまだ抜けてきてなかったのでコーヒーを頼んだらインスタントコーヒーでした。甘くて美味しいです。でも時間の案内も何にもないのに、バスが抜けてきたらちゃんと乗客全員乗っていつの間にか出発しました。バス降りてから出発まで約1時間20分ぐらいだったと思います。標高700メートルから今度は下り坂です。道もベトナム側より全然マシな気がします。この町では4人下車。ラオスからベトナムに出稼ぎに行ってる人たちの里帰りでしょうか。フランス人カップル、こんなところで降りてます。何もないところ。2階席は眺めがいいんですが、荷物を置くところがないので、荷物が多い方はやはり下の席をお勧めします。あと個室スタイルの新しいバスは
景色を楽しもうと思ったら視野が限られるので、旅行者は個室スタイルじゃないバスの方がいいかもしれません。やっと三角地帯を抜けました。メコン川沿いに入っていきます。ここからビエンチャンまでまっすぐ一本道、ルート13です。残り230キロ、もう一息というとこなんですが、5時間以上まだかかるみたいです。というわけで、この町のレストランで休憩となります。すごいな。またこんな感じのとこです。15分って言ってるんですが、なんかみんなキッチン、これを買うんですね。はい、こちらで食券購入です。隣のカウンターで食券を渡すと、松花堂弁当風にいろんなものを盛り付けてくれます。はい、スープ付きで8000ベトナム丼。ご飯8000丼だから、8000ベトナム丼だからスープ付き7、560円。国境ラオス側の支払いもこちらもベトナムのドンで全然問題なかったです。うわ、マイティメコンでございます。はい、ビエンチャンの駅まで多分あと15キロぐらい、多分30分ぐらいだと思います。もう30人いた乗客も7人ほどしか残ってないです。ほとんど降りちゃいました。やっと道も舗装されて、多分このまままっすぐ問題なく行けるはずです。いよいよ74カ国目の旅が始まります。はい、到着です。昨日結局出たの7時15分前ぐらいですよね、だからほぼ23時間。やっと到着です。なんかすげえ疲れ切っちゃった。まあでも足伸ばせるから楽っちゃ楽ですよね。まあね。はい。うわ、こんなところにつけたんだ。こりゃいい経験だった。はい、到着でございます。今グラブタクシーみたいな6個だったかな、ホテルに向かってます。バスターミナル遠い10キロです、町の中心部から。ラオス最初の夜に繰り出します。ここでケイちゃん合流。さすが首都、私が絶対行かないスターバックスがありますが、我々はナイトマーケットを目指します。ここから数百メートル川沿いにマーケットが続きます。うわー、結構左右に数いっぱい出てますね。お客さんも多い。まだまだ続いてるんですが、医療ばっかり、靴とかたまにガジェットや川沿いもなんか賑わってますね。はい、移動遊園地でございます。ベトナムもハノイも子供が多かったですけど、やっぱ子供が多いし出生率高いのかな。食べるところが全然ないんですよね。飲むとこ食べるとこ、こっちがそうなのかな。はい、やっぱりないわけないですよね。食べるところあれだけお店が出て人がいるんだから。今夕方の7時20分、まだ早いのかな。お店の方は結構人がいましたけど、はい、いいですね。食べてますね。おお、食べてる。ああ、なんか美味しそうな食べてる。お客さん少ないですけど美味しそうなもの食べてますね。結構今日も昼は30度、この辺が涼めるのかな。はい、ビアラをいただきます。地元のビール、みんなこれ飲んでます。はい、ビアラを、アルコール5度あるんですけど、なんか癖がなくてすごい飲みやすいです。
これいただきました。基本春雨だよねこれね。ねこれ。だからサラダみたいなもんでしょ。コリコリしてるこれ。ナイスサラダ。辛いですこれちょっと。あ、ご飯が出てくるんだ。これがなんだっけ？名物。ラーメン。あ、名物ですね。はい、名物ラーメン。これめちゃくちゃ辛いわ。あんた食べれるかな？えのきだけのフライですね。に甘いソース。何ミリだこれ？600ミリ？640ミリリットル入り。28,000切符ということは200円です。中瓶ぐらいかなこれ。はい、お勘定が来ました。合計19万6,000切符ということは10ドル弱ということは1500円。まあびっくり。明日から10日間かけてビエンチャン、バンビエン、ルアンパバーンと回ります。お楽しみに。サラミとが乗った